皆さんが普段何気なく見ているこの信号、赤になれば止まり、青になれば進む、私たちにとってはあまりにも当たり前の存在です。でもよく見てみてください。これ本当に青色でしょうか？どう見ても緑色に見えませんか？小さい頃、これ緑なのになんで青なのと思ったことがある人もいるかもしれません。実はこの不思議な呼び方、単なる言葉の名残ではありません。ここには人類が青という色を認識してきた歴史そのものが隠されているんです。今回は人間が青を発見し、そして青という概念を獲得していく歴史について解説していきます。日本人はなぜ緑色のことを青いと表現するのか。結論から言うと、昔の日本語では緑という色の概念が今ほど明確ではありませんでした。現代の私たちは青色と緑色を別々の色として認識しています。しかし昔は、今でいう緑色も広い意味で、青と表現していたんです。つまり昔の日本語では、緑色は青色の仲間だったんです。そしてその感覚は、今も完全には消えていません。私たちは今でも、青々とした芝生、生々と茂る木々という表現を使います。実際に信号機が日本へ導入されたのは昭和初期。まだ戦前の日本でした。その頃の人々にとっては、緑色を青と表現することは、ごく自然な感覚だったんです。だから信号機が日本へ導入された時も、その緑色のランプは自然に青信号と呼ばれるようになりました。実は、こうした現象は日本だけの話ではありません。世界中の言語を調べると、多くの言語はまず黒と白、つまり明るいと暗いを区別する言葉を持ちます。これは生きるために必要だからです。昼なのか夜なのか、安全なのか危険なのか、まず人類はその違いを見分ける必要がありました。そして次に現れるのが赤、血の色でもあり熟した果実の色です。危険や食べ物を見つけるために赤は特別な意味を持っていました。その後に黄色や緑、植物や自然に関わる色が少しずつ区別されるようになります。しかし青だけは少し特殊でした。空も海も青く見えます。でも触れることも食べることもできません。血のように危険を知らせるわけでもありません。つまり人類にとって青は生き残るために急いで名前をつける必要のない色だったんです。そのため世界中の多くの言語で青を表す言葉は比較的後になって生まれたと考えられています。約3000年前の古代ギリシャでもその痕跡を見ることができます。当時の人々も私たちと同じ空を見ていました。そして同じ海を見ていました。しかし彼らが残した文章を読むと奇妙なことに気づきます。青という色がほとんど出てこないんです。例えば古代ギリシャの詩人ホメロスが書いたとされるオデュッセイア。そこでは海を表現する場面でも青い海ではなくワインのような色の海と表現されています。私たちからすると少し不思議ですよね。このように古代の人間の世界には青は存在感の薄い色であったことがわかります。では古代人は本当に青を見ていなかったのでしょうか。空も海も今と変わっていません。しかし人は見たものに名前を付けながら世界を理解しています。だから青という言葉が今ほど発達していなかった時代の人々は私たちとは少し違う形で世界を認識していたのかもしれません。緑なのに青信号、一見するとただの不思議な呼び方です。でもその背景には人類が色を理解し言葉によって世界を切り分けてきた歴史が隠されていました。そして今も私たちは言葉を通して世界を見ています。もしそうだとしたらこの世界にはまだ名前がないから気づいていないものがあるのかもしれません。今回の動画はここまで。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。